皆さんこんにちは、マッコリです。シティーズスカイライン実況、今日も続きの方をやっていきたいと思います。はい、ということで、前回はね、このハーレム市大渋滞が起こってたんですけれども、渋滞対策の方をやっていきました。で、今見ていただいているのは、その後の、インターチェンジの様子になりますね。はい、このようにもう渋滞の方はほとんど、起きていません。はい、ということで前回行ったね、渋滞対策は成功したということになると思います。で、実際ね、交通量の方を見ていくと、もうほとんどね、渋滞している地区はないですね。はい、ということで道路状況もかなり快適になっていると思います。今困った状況になっていて、今までね見たことなかったんですけど、急にこのマークが出始めました。資源コストが高い、この企業は関連資源を利益の出る価格で調達することが困難にあるようですというマークがね、街の至る所で出るようになりました。で、これ商業施設に出てるんですよね。で、このマークをチェックしていくと共通点があって、それが何かっていうとですね、この企業は基本的に販売しているものが車両系ですね。車やディーラーみたいな感じですかね。こんなマークね、今までなかったので、ちょっとね今困ってる状況なんですよね。で、マークを見ていくと、資源コストが高いということなので、じゃあこの車両を販売している企業が何をね、元にこの車両を販売しているか、調べたところ、こちらの情報日を見ていくとですね、車両関連の、車を作るためには、基本的にこのプラスチックを、必要としているということなんですね。で、プラスチックって結局何を元に作っているかというと、石油化学製品を元に、プラスチックは作られていますよということが、この生産の、情報日を見るとね、確認することができます。今回ね、たまたまね、この油脈が取れる場所を開発しようと思っていたところでこのマークが出てきたので、ちょうどね、この資源コストが高いというマークを、消せるチャンスなのかなというふうには思っています。はい、今まで完全にね、石油資源っていうのは輸入に頼っていたものなので、今回のね、開発によって、果たしてこのマークが本当に消えるのか、そのあたりの検証も兼ねて、今回は石油特区を開発していきたいと思います。はい、では今回の動画もよろしくお願いします。早速開発の方を進めていきましょう。はい、そしたらね、早速石油特区の方を作っていきたいと思います。はい、今回はね、コンセプトが一応あって、ここにね、もともと湖が小さい湖があったんですけども、それをちょっと整地して、こんな形で大きくしてみました。で、コンセプトとしては湖と石油特区、あまりこの2つが並ぶことって現実世界ではないように思えるんですけども、はい、今回はこの2つが並ぶ世界観というか風景を作ってみたいなと思います。で、あともう一つは試してみたいことがあって、それは貨物駅ですね。このエリアに貨物駅を最終的に置こうと思ってるんですけれども、貨物列車がきちんとここで採れた資源をですね、輸出してくれるかどうか、こちらの方も試してみたいと思います。で、現状、いろいろなバグなども報告されているんですけども、この町にも一つ貨物駅を置いています。でも基本的に、その挙動を追ってみると、やっぱり、貯蔵施設に、輸入ですね、輸入はしっかりしてくれてるんですが、輸出をしているかどうかっていうのは現状わからないんですよね。なので今回この石油特区で取れた、原油というか石油をきちんと、他のエリアに輸出していくかどうかっていうのも、確認を兼ねて、貨物駅の方も設置していきたいと思います。はい、ということで、うまくいくかわからないんですけれども、最後まで、完成の方をね見ていただけたらと思います。そしたら引き続き作業の方が続くんですけども、動画の方お付き合いください。
はい、ということで、完成しました。今回はね、湖の、周辺にね、石油特産業というものを作ってみました。ちょっとね今回やっぱり作るのがね結構難しかったです。はい、というのもやっぱり表面がこういう砂地なので、周りがやっぱり、森とか、自然に囲まれている風景だとこれがなかなかね馴染まないんですよね。なので結構作るのには苦労したんですけども、なんとかね、形にできたかなというふうに思います。で他にもね結構気に入っているポイントがあって、今回ね初めてこの高速道路の、橋をトラス橋みたいなものをね作ってみたりしました。これ結構いいですよね。デザインがいいと思います。これまた今後どこかで使っていきたいなと思います。はい、でこのエリアに一つだけ貨物駅を設置しています。で、このエリアで取った石油をですね、果たしてここに持ってきて輸出してくれるのかどうかというところなんですけれども、ちょっとね時間を置いていろいろ見てみたんですが、やっぱりね貯蔵されるだけで輸出はね全然してくれないですね。今貨物列車を見てみると、ここから出発はしていくんですけども積載量がゼロになっています。はい、で結局、貨物駅に関しては、うまくね稼働されていないので、もしね今後も、このような状況が続くのであれば、一旦ね、稼働の方を停止してもいいのかなというふうに思います。でもしね皆さんもこういう状況、同じような状況になっている方がいらっしゃったらね、何か情報をいただけたらと思います。なかなか輸出してくれないですね。であともう一つの問題がこの資源コストが高いっていうこのアイコンですね。これが今回の石油採掘で果たして消えるかどうかっていうところなんですけども、現状今のところは消えていないですね。でいろいろちょっと自分なりに調べてみたんですけども、この税金の課税のところの調整で変わるんじゃないかっていうところを見たので、商業の方を一旦税率を 8% まで下げてみました。でこれで時間を置いてるんですが、今のところねまだアイコンは消えていないので、これからもうちょっと時間を置いて見てみようかなとは思うんですけども、もしこの状況をね回復されたっていう市長がいらっしゃいましたら、是非ねどうやって、これを改善したのかっていうところを、教えていただけたらと思います。はい、結構街の至る所に出てるので、目立つしねやっぱ気になりますよね。はい、時間が解決するのはそれでもいいんですけども、今のところはちょっと改善する見込みないので、ちょっと困っています。はい、ということで今回はね結構いろいろな問題を解決するために、石油特区を作ったんですけれども、なかなか状況は良くならなかったということで、はい、それ以外にもね、これを作ったっていうところに、意味があったと思うので、はい、それはそれでよしとしようかなと思います。はい、それでは、今回の動画はこの辺りで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。マッコリでした。